いいな。あの青い養生塗装が独特で素敵。そうだね。前回に続き、日本の戦闘機 F2 について解説をするよ。前回 F16 をベースにして新型機と言えるほど改造したのが F2 って説明したんだけど、今回は F2 の開発経緯、設計内容、F16 との違い、改造した箇所など、より詳しく説明してみるよ。待ってました。日本の支援戦闘機、つまり他国でいう戦闘攻撃機として F1 が運用されていたが、1990年代には退役が始まると想定され、代替となる戦闘機が必要となった。この戦闘機は当初、支援戦闘機、ファイターサポーター X の略で FSX と呼ばれた。以降、基本的に F2 と呼ぶよ。F2 は日本へ侵攻してくる敵の航空機や艦船を迎え撃つこと、また、それに随伴する戦闘機に対抗する役割が与えられた。ほぼ攻撃機でもあった F1 とは違い、国産機としては初めて制空戦闘もできる戦闘機が必要とされた。将来を見据えて、日本では必要な要素技術の開発を進めていた。例えば、軽量化しつつ、強度を高める CFRP、炭素繊維強化プラスチックを使った一体成形の主翼、飛行機の安定性と運動性を同時に高める CCV 技術。量産機としては、世界初となるエイサレーダーを採用した火器管制装置、戦闘機用搭載コンピュータ、機上用統合電子戦、システム、管制広報装置、ステルスの研究など、様々な要素技術の開発に成功した。1985年、以下の要件を満たす戦闘機の国内開発が可能か、問い合わせがされた。1、対艦ミサイル4発装備で、戦闘行動半径は450海里、833km。2、短距離、中距離空対空ミサイルを2から4発装備可能。3、全天候運用能力。4、高度な電子戦能力を有すること。同年9月、エンジン以外は可能と回答された。当時、練習機用エンジンはほぼ完成していたが、大水力の戦闘機用エンジンは開発できておらず、アメリカからの輸入を想定していた。売ってくれるかな？アメリカと日本には貿易問題があり、対日赤字が大変だったから、エンジンだけ買いますとはいかなかった。他国の例を見ると、イスラエルのラビでは、プラット&ホイットニーの PW1120 を搭載していたし、同じようにできたらよかったんだけどね。ただ、後にアメリカの市場が脅かされるとの理由で、ラビの開発へのアメリカの支援はなくなり、ロビー活動により中止に追い込まれているから、アメリカもこの市場だけは渡せなかったみたい。軍事問題でもあるし。イスラエルでもダメだったのね。そこで、アメリカは、アメリカ製の完成品の輸入を日本に強く求めた。しかし、日本側も、やっと制空戦闘機を開発できるようになったし、軍事産業の維持や技術の継承もあるから、輸入だけはできないと抵抗したところ、今度は共同開発という話で進めてきた。日本は共同開発にも反対したんだけど、東芝機械の国務違反問題、工作機械をソ連へ売却、日本製品へ 100% 関税をかけるという、半導体制裁措置問題などへのさらなる制裁の可能性が示された。脅しかな？どうだろう？ただ、もはや F2 開発だけの問題ではなくなり、日本は譲歩せざるを得なくなった。共同開発は F15、F18、F16 をベースとしての改造が検討された。F15 は所要経費が高い。F18 は開発、量産経費が高く、元が艦上機であるので色々と設計上の修正が必要。F16 は開発経費、量産単価を低くできると考えられた。最終的な採用理由は明らかにされていないものの、1987年10月、F16 を改造母体とすることが決まるとともに、F2 の日米共同開発が同意され、翌年11月に覚書が締結された。ようやく一安心といった感じかな？ところが、ここでまた一悶着あったんだ。国防総省以外の組織や議会から、共同開発への強い反対意見が出てきて、アメリカのマスコミも大きく騒ぎ立てた。その結果、エンジンのライセンス生産は、なんとか認められたものの、飛行制御コンピューターのソースコードの提供は、禁止されるとともに、日本の所有する技術は、基本的に無償で、アメリカがアクセスでき、技術移転を受けられることが決まった。
かなり厳しい条件にはなったけど、大出力エンジンを乗せた戦闘機がなんとか開発できるようになったわね。F2 の開発はかなり政治問題化してしまい、大変だったんだ。技術の開示、移転が日米ともに悩んだことだけ覚えていてほしい。これは設計段階にも尾を引くから。では、F2 の設計や開発について解説するね。F2 の設計。F2 は F16 から改造することとなり、F16 ブロック40の設計図や設計書がアメリカから提供された。改造ベース機の検討段階から、ジェネラルダイナミクスからは F16 改造の SX3 という案が提示されていた。SX3 は F16 の翼面積を 25% 大きくし、主翼のアスペクト比も大きくした設計で、翼と胴体に炭素繊維複合材を重量比で 42% と多用したコンセプトである。その基本設計はかつてアメリカ空軍向けにアジャイルファルコンとして提案されたものとほぼ同じもの。日本も当初、これをベースとして改造することを検討した。しかし、設計図などをもとに SX3 の性能を計算すると、主翼の曲げねじり振動など、性能不足の部分が確認された。また、改造ベースにするには、必要な図面や根拠資料、飛行実績が不足していることから、SX3 ではなく、F16 ブロック40を元に改造することが決まった。アメリカ側の技術者は、設計に関する計算過程は資料に残さず、ノウハウは各技術者が持っていた。そのため、設計図や計算結果だけでは、その計算根拠がわからず、改造は困難であった。その旨を伝えたところ、テキサス州の工場で機体の確認と専門家による技術トレーニングを受けることができ、大変有意義な研修であったという。F16 技術資料の移転は、必要資料を日本側がリストアップしてアメリカ側と調整をして実施された。アメリカから提供できる資料の選定、開示したくない部分を修正してからの移転となり、やや時間がかかったそうだ。日本側としては、開示できないなら、こちらで試験を行うので、なるべく早く情報を欲しかったという。1990年3月30日、設計チーム F-SET が発足。この時は、三菱重工が72人、川崎重工が11人、富士重工が11人、ジェネラルダイナミクスが10人の計104人で構成され、最も多い時には330人に達した。神田国一氏をチームリーダーとし、各社の代表の4人がサブリーダー、その下に6つの室を設置した。開発は日米間の覚書に基づいて、両国政府間の技術運営委員会によって開発作業の運営及び日米間の意思疎通が行われた。主契約企業は三菱重工で、日米の協力会社、川崎重工、富士重工、ジェネラルダイナミクス等を総括するほか、防衛庁が調達した電子機器やエンジンなどの支給を受け、車内飛行試験までの設計、試作までを担当した。下記管制レーダや統合電子戦装置は三菱電機が担当した。エンジンはゼネラルエレクトリックが開発したもので、IHI がライセンス生産した。開発作業の流れは図の通り、主に基本設計、細部設計、試作、車内試験と防衛庁による納入後の技術実用試験に分かれる。基本設計は F-SET 設計チームで協力して行う。新技術の準拠すべきスペックの作成や防衛庁から提示された開発仕様を実現するための設計、計算を行い、計画図を作成する。モックアップの作成や飛行制御のシミュレーションまで行う。その後、計画図に基づき各社で製造図を作成して製造する。試作、車内試験までは三菱重工が行い、以降は防衛庁で技術実用試験が行われる。細部設計での各社の分担部位は図の通り。三菱重工は前動上部、主翼の一部など、富士重工は前動下部、主翼の一部、尾翼など、川崎重工は中動、ジェネラルダイナミクスは左翼の一部、前縁フラップを担当した。F16 からの大規模改造。F2 の開発にあたって求められたことは、F16 の良さを損なわずに、対艦攻撃能力を追加するとともに新技術を適用することだった。設計チームは F16 の優れた性能を生み出す機体形状は次の3つにあると考えた。1、胴体上部側面から
主翼上面へ広がる、滑らかに流れるような形状のブレンデッドウィングボディ。2、エンジンの空気取り入れ口が胴下にあること。3、主翼付け根の前縁部分を前方に延長させた線が、胴体側面と、滑らかに曲がって繋がっている、ストレーク。この形状は残して、優れた飛行性能を確保しようとした。F16 ブロック40からの主な変更は、次の通り。1、旋回性向上のため、主翼、面積を増大。2、軽量化のため、CFRP 複合材など、先進的な材料や技術を使用。3、火器管制能力の向上のため、量産型戦闘機としては、世界初となるエイサレーダーの採用。その他、統合型電子戦システムなどの先進電子機器を搭載。4、離着陸性能の向上のため、推力向上型エンジンを採用。5、ステルス性向上のため、電波吸収材を適用。それぞれの詳細について説明するよ。F には、多くの対艦ミサイルを乗せて、敵を迎え撃つことが想定されていた。時には、外付けの燃料タンクも同時に吊り下げる場合があるので、翼幅を拡大させる必要があった。また、その状態で、航続距離を長く取れるように検討した結果、翼面積は F16 より 25% ほど拡大した。この値は F16 の改造案 SX3 と同じだが、これは推力重量比と翼面荷重から計算した結果がたまたま同じ値になっただけなんだ。そのため、翼の形状や構造などは全く違うものになっている。拡大した翼をできるだけ軽くするため、主翼、尾翼、胴体外板など、構造重量の約 18% に炭素繊維強化プラスチック、CFRP などの複合材、約 8% にチタン合金を適用した。そして、新たな構造技術として、従来は主翼の桁と仮面外板をファスナで結合していたが、ファスナを使わずに一体として成形することに成功した。主翼に複合材を使うだけじゃないんだ。ファスナを使わずにくっつけたのが特徴なのかな？そう。ファスナの分の穴がなくなって、軽量化と強度強化がされるとともに、部品点数や作業の削減につながった。このような複合材の技術は、東レ等が1960年頃から開発をして、応用技術を高め、その後、技術研究本部などが主導して航空機主翼へ、一体成形する独自技術へ発展させたもの。実は複合材を作る技術自体はアメリカ側も持っていたけれど、ジェネラルダイナミクス社には、その技術が不足していてこれが欲しかったらしい。日本はやむなく譲歩し、技術提供を行った。日本の技術なのに、ひどくない？これについて、否定的な意見も聞かれるけど、良いように捉えたい。というのも、後にボーイング787の主翼を作る際、三菱重工の提案により複合材で作ることになり、この技術が広く使われるようになった。現在も、日本メーカーによる炭素繊維のシェアは高いので、顧客の拡大に貢献した部分はあったんじゃないかな。宣伝みたいなものね。そういうことにしておくか。戦闘機にとって空力性能とともに重要なのは相手をいち早く探知するレーダーだ。従来は機械式にアンテナを動かして電波の受発信をしていた。F2 では機械的にアンテナを動かすことなく半導体モジュール一つ一つから電波を受発信することができるアクティブフェイズドアレイ方式のパルスドップラーレーダーが搭載された。量産機としては世界初の採用であった。この J、APG-1 火器管制レーダーは、空対空、ドッグファイト、ミサイルオーバーロード、空対地、空対艦など、多数のモードを有している。性能は明かされていないが、同時処理目標は10以上で、最大探知距離は、艦船などの大型目標で100海里、185km、自分より低い高度の戦闘機等では35海里、65km、前後で探知できると推定されている。なお、最大探知距離よりも、目標の分解能力や、ルックダウン能力の向上に力を入れているらしい。そういえば、ソ連の戦闘機を見つけられなかったことがあったわね。ルックダウン能力が不足してて。戦闘機の中で最も重要で複雑な4つのアビオニクスとして、先ほどの火器管制レーダーのほか、管制基準装置、ミッションコンピューター、電子戦システムは、当初の予定通り、国内で独自開発をしている。その他、カラー液晶の計器板、ヘッドアップディスプレイなども新たに開発している。
色々と開発しているけど、アメリカの製品を採用しなかったの？別に何でも国内開発品を使おうとしたわけではないんだ。まず、アメリカから提供されないものもある。例えば、電子戦システムは F15 の時も提供されなかったから、独自開発をしていた。また、機体の飛行制御を行うソースコードは当初、提供される見込みだったが、アメリカ議会などの反対で提供されなかった。幸い、日本では CCV 技術の研究のため、T に CCV を開発していて、自ら用意することができた。それと、当初は F16 を改造母体とせず、エンジン以外は国内だけで開発しようとしていたし、防衛庁技術研究本部では、戦闘機用に必要な要素技術はすでに国内開発をしていたんだ。複合材料、戦闘機形状、CCV 研究機、火器管制装置、戦闘機用コンピュータ、電子戦システム、管制広報装置、ステルス。それ以外のシステム、膠着、推進、燃料、空調、通信、識別、操作、表示に関する系統などは、基本的に F16 ブロック40のものを踏襲したが、F2 で求められる性能に満たない機能については、改造、変更をすることになった。その他のサブシステムや装備品について 50% のライセンス生産を依頼したが、アメリカ政府から断られてしまった。その結果、本当に必要な 10% だけをライセンス生産することになり、残りは国内開発か完成品の輸入となった。これがかえって日本の独自開発を推進することになったそうだ。また、日本の開発ではないけど、F16 ブロック40からの変更点として、推力向上型のエンジンへの換装がある。推力が向上すれば、機体の形状やミサイルの搭載量など、大きく変わるから重要なところだね。F16 は2種類のエンジンに対応していたが、日本は1種類だけを採用するので、より最適化した機体形状を選択することができた。それと、赤外線対策のステルスには対応できなかったが、目視と電波に対するステルスについては考慮されている。電波吸収材が主翼前縁や空気取り入れ口の内部に取り付けられ、F16 よりは RCS が抑えられている。当時からステルスには配慮されてたのね。ただ、大きなミサイルを吊り下げると、レーダーには映りやすくなるから、限定的なステルス能力だった。これまで主要な変更点について解説してきた。それ以外の変更点は、風防の強化、ノーズの大型化、胴体の延長、水平尾翼の形状変更、EPU の変更など、多数あるけど、長くなるし省略する。F16 は、アップグレードにより性能向上され続けているが、当時、アメリカから提供された技術資料は初期のもので20年ほど古いものだった。その間、試験された結果も提供されれば、熟成された資料と言えるが、そうではなかった。日本は F2 の開発において、アメリカから技術を買い取ったのではなく、もらったわけでもなく、自ら開発技術を習得した。試験を繰り返して培った独自開発の新技術を F16 に加えることで最新の戦闘機を作り上げたんだ。量産後の改良。F2 は1995年に初飛行して、2000年に量産機の運用が開始され、94機が量産された。他の戦闘機と同じく運用初期には不具合が確認されたが、対策を施すことで現在は特に問題なく運用されている。エンジンを除いて多くの部分を国内開発したため、その後のアップデートで性能向上が図られている。量産後に改良したところを解説する。1991年の湾岸戦争の戦訓を元に夜間や悪天候時、電子戦環境下での任務を行うために1996年度から外付けの赤外線前方監視装置フリアー JAA92 の開発が進められた。赤外線画像がディスプレイに表示され、地上目標の捜索、追尾、測距が可能となっている。ただし、照準ポッドの機能は持っていない。2007年度から配備が開始された。レーザー JDAM を運用するための照準ポッドとして AN/AAQ33 スナイパーが選定され、2014年度から2018年度にかけて機体への搭載改修及び実用性評価試験が行われた。現在はごく一部の機体のみに配備されている。2004年度に契約した機体から通常爆弾を GPS で精密誘導できるようにした
JDAM の運用能力が付与されている。それより、前の機体についても、現在は、機体改修がされて、運用可能となった。2010年度から空対空能力の向上のため、火器管制レーダーを、JAPG-2 に改修するとともに、撃ちっぱなし、能力を持つ国産空対空、ミサイル、AAM4、4B の発射を可能にする改修が行われている。JAPG-2 レーダーは、AN、APG79 以上の性能という説もあるが、詳細は不明である。2011年度から、戦闘機や防空指令書とのデータリンク、自衛隊デジタル通信システムの装置の搭載改修が行われた。機体のスペースと予算の点で、リンク16の導入が困難なために、この機器の搭載が進められたという。2020年度から F2 の能力向上改修の名目で改修が行われる。リンク16の搭載と同時に、最高速度マッハ3以上のミサイル、ASM3 の運用能力の付与や、ミッションコンピュータの換装などが行われる模様。今回は、F2 の開発経緯から、設計、運用後から、現在のアップデートの状況まで解説をしてみた。いかがだったでしょう？今回はかなり力を入れたね。F2 は F16 から設計図の 95% を変えた全く違う機体だということを改めて伝えたかったんだ。F2 の開発は日米初の戦闘機の共同開発だったので、色々と調整が大変だったけど、日米の同盟関係や防衛産業のつながりが強くなったと考えたい。日本の周辺にはロシアや中国といった軍事大国があるから、日米関係は特に大切にしたい。F2 の後継の F3 戦闘機は日本が主導して海外企業と協力して開発を行うことになった。2030から2040年代に必要とされる戦闘機、想定される戦闘がどんなものになるか正直わからないが、他国と協力して地域の安定を図れる存在でいてほしいと思う。最後までご覧いただきありがとうございます。もしよかったらいいねとチャンネル登録をお願いします。